はい、どうも、こんにちは。今日は何回目だっけな。シーズン1のエピソード4かな、多分。ジェネルサウンドラボ、何回かいろいろ解説していきましたけど、前回解説した中で言ってた、シンセの音の作り方だったり、メロディーから、コードをつけたりする方法は、コードの覚え方とかは前回話したと思うんですけど、それからまた詳細の曲の構成についてとかもやっていきたいと思います今日は。で、シンセの音作りなんですけど、まずはダウの画面をちょっと見てほしいんですね。はい、というわけで始めていきたいと思うんですけど、この奏波って言って何種類かあります。基本の形はこれがサイン波。これ倍音を見ると、倍音って言ってその鳴ってる特定の帯域があるんですけど、それを見るとこれを見たときにこれを見たときにだいたい 440Hz に来てるはずなんですね。でこれはなぜかというと、これが440回、1秒間に440回鳴るからこういう音になっています。例えば一番下の方で鳴らしたりするとこういう音になるんですね。で、例えば奏波とかを一番下の方で鳴らすと、ちょっとずつその奏の一回一回鳴っているのが聞こえるようになっていきます。もっと低くしてみますね。そうですね。でこれの繰り返しで上に行けば行くほど鳴る数が多くなっていきます。こういう感じですね。はい。で、これがそのギターの弦だと思っていただいたら、次は鍵盤を押すとこういう音が出るんですね。で、オシレーターが2つありまして、これはどういうことかというと、2つの音を組み合わせられるんですね。例えば、このソとサイン波を一緒に鳴らしたい。1個鳴らすだけで両方の音が鳴っています。これ実はあんまり分かりにくいですけど、こうサイン波の方もちょっと音量上げるとね出てきたり、例えばスクエア波をソと一緒に鳴らしたらこういう風になるんですね。オシレーターの解説なんですけど、サイン波、これは一番ピュアな音ですね。僕がよく一番こういうのに使ってる音です。で、次にソ波。これはノコギリ波とも呼ばれてるんですけど、グイーンっていうちょっとギリギリした音がする、オシレーターですね。で、次に三角波。これはサイン波にちょっとだけグリグリ感を追加した、ような音のオシレーターですね。で、次にスクエア波。これは何ですかね、区形波っていうのかな、わかんないですけど、これはスクエア波って言って、一番音圧が高い、音圧っていうのが高い音になっています。これはこれ上下ってこれスピーカーの上下なんですけど、例えば上にある時に確か、スピーカーが前に出るのかな。で、下に来た時にスピーカーが後ろに行く、どっちかなんですけど、それがどっちかこの形で動いているからこういう音が出ているんですけど、このスクエア波っていうのはこういう倍音がとても多い音になっています。で、次は、パルス波。これ下に低音出てますけど、これセラムのバグなので気にしなくて良さそうです。パルス波。これスクエア波のこのパルスウィズって言って、この広さを変えていくと音がちょっとずつ変わっていくんですね。フォルマントが上がっていきます。で、最後にこれ僕使ったことないです。全くこれはあんまり使ったことないけど、スクエア波っぽい音欲しいけど、スクエア波じゃちょっと音圧が高すぎるって時に使う人もいるんじゃないかなって思います。はい。これが基本の形なんですけど、ここで使っているのがウェーブテーブルというもので、こういうのが、一つになって、このウェットポジションっていうのを動かすとこういう風に選べるんですね。で、このウェーブテーブルっていうのがどういうのがあるかっていうと、例えばこれ、このウェットポジションを動かすとこういう風に音が変化します。このウェーブが変化していくので、例えばドを鳴らした状態で、これじゃ音弱いなって時に、
グイーンっていうことができます。これはどうやってその時間軸で動かすかっていうと、その下にエンベロープという、エンベロープというパラメータがあります。エンベロープ1っていうのは大抵音量に、設定されています。で、これ上下がパラメータの100と0なんです。で、横が時間ですね。3セカンド、2セカンド、1セカンド、1秒、2秒、3秒っていう風に。で、アタック、ディケイ、サスティン、リリース。これが基本的なパラメータになります。ADSR。このホールドっていうのはあまり気にしなくていいと思います。セラムでは。で、これをいじるとどうなるかっていうと、例えばこの状態、今、サスティンといって、押してる間に伸びる音の大きさです。が100になっています。ということは、押すと100の状態で音がずっと鳴り続けます。で、これが、このオシレーターの今の最大の音量です。これがずっとサスティンで続いていくって感じですね。で、離すと音がすぐ消えます。で、まずはアタックから説明していきますね。アタックはまずは、0から100に行く、一番最初に0から100に行く時の時間ですね。例えば、0から100に行くまでの時間を300ミリセカンドにしたとしたら、こう300ミリセカンドのを使って0から100までこういきます。で、1秒にしたら1秒かけて0から100になります。はい。次に、ディケイ。ディケイというのは、サスティンがあるとあまり意味がないんですけど、ディケイというのはこの音が減衰する長さです。例えば、100から0に、100からそのサスティンの値に行くまでの、時間ですね。で、それを決めるんですけど、例えば1秒にすると1秒間かけてこういう風に音が減衰していきます。次にサスティンですね。さっき説明したように、これは、ずっとこれを押している間に鳴る時の音量を設定しています。例えば、サスティンを12デシベルとかにしますね。これは時間軸でいじらない唯一の、パラメータになります。例えば、ド押すと、ディケイで、その下がった、サステインのマイナス12デシベルの値でずっと鳴り続けます。そうですね。で、一番下の方にしてみますね。で、これ一番下の方にすると何が起きるかっていうと、一番下の方で最後鳴り続けていきます。実はこれずっと鳴っています。音量上げていくとわかるんですけど。そうですね。鳴っていますね。そんで、0にすると、ディケイが0に到達するので、音量がなくなります。サスティンはそうですね、この、ずっと押してる間の音量って考えれば大丈夫です。サスティンが小さければ小さいほど、ディケイの効果がどんどん見えてくるようになるので、例えばこういう風に、ディケイが一番上で、サスティンが一番上の半分ぐらいだとしたら、こういう音になります。その一番上の音から減衰した音でずっとサスティンが繰り返されます。で、次にリリースです。リリースは基本的にサスティンがない状態では、リリースはあまり発生しません。なぜかというと、リリースっていうのはサスティンが終わった後に、離した後の減衰だからなんですよね。で、サスティンが0だと、減衰した状態でディケイがもう0に行ってしまうので、離したところでリリースで鳴る音がなくなります。で、例えばサスティン一番上にして、ディケイ一番上にして、リリースも一番上にするとこういう形になりますね。で、このサスティンというところの、サスティンのこのポイントが、押してる間の音量になります。で、そこから離した時に、どのくらいの長さで減衰するかがリリースの値です。こういう風に例えば2秒とかに設定するんですよね。すると、2秒間かけて、こういう風に減衰していきます。で、このエンベロープ、ADSR 今ちょっとやりましたけど、アタック、ディケイ、サスティン、リリースちょっとやりましたけど、
これエンベロープ1だけじゃなくて2、3もあるんですね。エンベロープ1は必ず音量にルーティングされているので、2と3は、特に何にもルーティングされていないんですね。で、これ何をやってるかっていうと、エンベロープ1は音量のパラメータに影響を及ぼしているんですけど、音量と、まあその時間のパラメータに影響を及ぼしているんですけど、エンベロープ2、3はどのパラメータにでもかけられるんですね。これが。例えばさっきウェットポジションでこうやっていじれるって言ったと思うんですけど、例えばエンベロープ3で、こういう風に100から0に、まあ、3秒間でいくとします。で、その時に100から0にウェットポジションを移動させるのに3秒間かけるという意味になるんですね。これすると。例えば、こういう風になります。これは何が起こっているかというと、エンベロップっていうのは、パラメータの100から0と、まあ、0から100とか、まあ、0と100をの間で、どんなパラメータでもいじれるというものなんですね。エンベロップジェネレーターって言うんですけど、EG って言います。まあ、例えばこのウェットポジション今100から0にしましたけど、ここのセラムの右上のこの丸の部分をこういう風にすると、50から0っていうこともできます。これ何が起こってるかっていうと、これの真ん中からこういう風に前に来ています。で、100から50というのもできます。こういう風に、指定したパラメータの100から0、0から100、まあ、0から50だったりを、まあ、自由自在にいじれるんですね、エンベロープって。ただ、問題なのが、アタックの部分が必ず一番上に来てるんですね。なので、そういう時に使うのが、まあ、LFO だったり、まあ、他のベロシティとかのパラメータになります。例えば、LFO って、まあ、ちょっとついでに LFO についても説明してしまいますけれども、これもエンベロープと一緒で100と0になっています。で、一番上が100で0なんですけど、こことのエンベロープとの違いは、アタックが100じゃなくてもいいんですね、こうやって。どこのポイントをいじっても、で、ポイントをたくさん追加しても、特に問題がありません。で、LFO って、まあ LFO って端的に言うと何かっていうと、このエンベロープを繰り返すんですよ。例えば、この三角の状態で、ウェットポジションをいじると、0、100、0という感じで、この時間軸で動きます。で、今、ここの下の、レートという部分、これが、ここの時間の0から100に行くまでの時間が、4分の1拍か。1拍になってますね。1拍、半拍とか、まあ、16分とかでどんどん速くしたり、どんどん遅くしたりもできます。で、まあこういう風になります。今のところ。これは0から100、0から100、100から0、0から100、100から0をずっと繰り返しているんですね。LFO は基本繰り返しのパラメータになっています。こういう風に、ウェーブテーブルのやつだったり、音量も動かせるんですね、これ。だったら、フィルターもこうやって動かしたりします。というわけで、この下にあるエンベロープとか LFO のモジュレーションは結構、まあこれはモジュレーションって言うんですけど、をどんどん使っていくことをお勧めします。で、LFO なんですけど、まあ、例えばこういう風にして、まあ、100じゃなくて50でいいかなってやって、ここにある、モード、オフ、演舞、トリガーっていうのがあるんですけど、エンベロープにすると、これは1回しか再生されなくなります。例えばこれを音量にした。としたら、あれなんかならない。1回しか再生されない。あ、そうだ、フィルターのせいだ。1回しか再生されなくなるんですけど、これがちょっと便利なのが、まあ、こういう風に、LFO って何でもいじれるんで、こういう風に1回再生しただけで、こういう風に音を作れたりしますね。で、これに例えばディレイとか、リバーブとかかけると、このちょっと後ろに付随するフィルターのエンベロープとかがディレイにも反映されていい感じになります。これはエンベロープではできないことなので、こういうのは LFO を活用することをお勧めします。このモードを活用するといいですね。で、LFO なんですけど、オフにしていると、どのノートを押しても、今その
この線があるじゃないですか。これって再生位置なんですけど、オフにするとどこの再生位置にあっても、最初からスタートはせずにその位置の音が鳴ります。なんですけど、トリガーというのを選択すると必ず一番最初から始まるようになります。そこがちょっと違いですね。そして、ここのモジュレーションあと2つあります。ノートっていうのは、音の高さ。これほとんど使う人いません。上のなんかピアノの上の鍵盤を叩けば叩くほどエンベロープが0から100のどれかになるよってやつと、ベロシティによって僕これたまに使います。ベロシティをこうアサインすると、フィルターに例えばアサインするとどうなるかっていうと、ゆっくり小さく弾いた時に何もならなくなって、強く叩いた時にこういう風にピアノの強弱みたいなのができるようになります。もうちょっとこういうのの方が分かりやすいかな。これ音鳴ってるんですね。で、強く叩けば叩くほどこういう風にベロシティが動いてフィルターが上がっていきます。こういう使い方もいろいろありますね。で、あとシンセの基本として説明するべきもの。もう一つがユニゾンです。ユニゾンというのはこのオシレーター一つだとこういう音しかならないんですけど、ユニゾンすると何が起こるかっていうと、これが増えます。例えば16にすると、これが16個同じ音がちょっとずれてステレオになって重なるようになります。こういう風に。これって何が起こってるかっていうと、この奏波の音が、たくさん重なって16個左右で重なってステレオ感がたくさん出ますね。で、厚みが増します。で、ここからデチューンというのをします。これはデチューンっていうのはその重なった16個の、これ16ユニゾン16なんで16個なんですけど、16個の奏波の、ピッチを一つずつ少しずつずらします。これが真ん中の層が2つあって、それ以外の層がピッチずれているっていうのを表しているんですけど、例えばこのくらいにするとスーパー層といってなんかいろんな人が使ってるという音ができます。で、これを最大まで上げるとどうなるかっていうと、こういうなんか全ての音がもう不協和音みたいになるので、たまに使ってる人いますけどね、こういう音。ハードコア系の人とかで。で、デチューンというのはそういうことですね。で、ブレンドというのは、このずれてる音の方の音量を上げます。例えばこれブレンドがないと、その真ん中にある普通のピッチがそんなにずれてない層の音が優先されて再生されます。なんですけど、ブレンドを上げていくと、ずれている方の音が優先的に再生されていくので、分厚い音を出したいならブレンドは上げていくといいと思います。で、次にフィルターですね。フィルターっていうのは基本的にその音があーって出ている時にあーってやるようなイメージです。なんかその音を塞いで、口を塞いで高い音が出ないようにするようなっていうのが、フィルターの役割なんですけど、もともと。それを、電子音でするのがフィルターです。で、例えば、こうやってやっていくと、ワーンってなりますね。で、ここの A、B、N、S って何かっていうと、ここのサブオシレーター、サブベースのオシレーターと、ノイズオシレーターにもかけられるよってことです。例えば A だけオンにして N と S をオンにしないと、サブベースのオシレーターとノイズのオシレーターをそのまま再生されます。フィルターを通してなくなるんですね。で、これをオンにすると両方ともフィルターを通すので全部同じエフェクトがかけられるということですね。で、これにも先ほど説明したようにエンベロープがかけられるので、例えばエンベロープ3をこういう風に
やると、100から0をその減衰時間で設定した100から0をこういう風にすることができます。で、僕がよくしている音作りのデチューンの、アタックがちょっと遅めのこういう風なこういう音がすぐできます。セラムとかだと。こういう風に、できます。シンセサイザーというものに関しての説明は多分今日というかまあ、基本は多分ほとんど説明したのではないでしょうか。あとポリフォニックだ。ポリフォニーといって、今僕普通に鍵盤で、こう、何個も同じ音というか、同じ音ではないんですけど、ずっとまあ再生しているというかまあ、鍵盤を弾けてると思うんですけど、これいくつ鳴らしてもこう、大丈夫なんですけど、これはポリフォニーと言います。用語では。例えば、ここのポリっていうのを、例えば2とかにすると、2個目以降の音が同時になった場合、下から消えていきます。これは、2音までしか同時に鳴らせないということなんですね。2つまでしか同時にこういう風に鳴らせないっていうことなので、これは2ポリフォニーと言います。で、ポリフォニー、その、シンセサイザーの中にもポリフォニックシンセサイザーっていうのとモノフォニックシンセサイザーと、パラフォニックシンセサイザーっていうのがあるんですけど、パラフォニックシンセサイザーはハードウェアの話なのであんまりちょっと割愛しますけど、ソフトウェアシンセサイザーでは大体ポリフォニックとモノフォニックになります。大体ですね。99%。で、ポリフォニックシンセサイザーっていうのはセラムだったりサイレンスワンだったりいろんなのことを言うんですけど、モノフォニックシンセサイザーっていうのはあんまりないですね。多分 90% はポリフォニックシンセサイザーなので、例えば、ユーヒのリプロ1というシンセサイザーがモノフォニックなんですけど、モノフォニックっていうのはモノが1という意味なので、同時発音数、これが、できないです。1音までしか鳴らせません。で、ポリフォニックシンセサイザーでこれをやるにはどうするかっていうのが、ここに、ボイシングというところにモノレガートというところがあります。でこれ何かというと、モノにすると、どんだけ同時に押しても、最後に弾いた音しか鳴らなくなります。これはモノフォニックに強制的にできるんですね。大体のシンセサイザーについています、これは。で、レガートというのは何かというと、モノフォニックのシンセサイザーって、大体モノにしたときに、レガートはもうついてるもんなんですけど、レガートっていうのは何かっていうと、ポリフォニックでこうすると、普通にぶつかりますよね。なんですけど、この Always ってやつをオンにして、ポルタメントっていうのを、これ違うな。ちょっと待ってくださいね。あとポルタメントについてまず説明しましょう。ポルタメントですけど、Always っていうのは、何かっていうと、この上の。このポルタメントという、ポルタメントっていうのがまず、レガートって言って、こういう風に横に移動させるときに同時に押したりするときに、これをレガートって言うんですけど、このポルタメントっていうのはこれの次のノートに移動するまでの時間になります。で、Always っていうのをオフにしていると同時に押したときにしか発動しません。これポルタメントめちゃくちゃ長いですけど、こういう風に同時に押したときにっていう感じになりますね。で、2つセパレートで押したときに何も起こりません。こう同時に押した時だけですねしか起こらないんですけど、 Always をオンにすると何が起こるかっていうと、どんなことをしてもセパレートで押そうが何だろうがポルタメントが適用されます。なんでこういう音になります。ポルタメントっていうのは、一つのノートからもう一つのノートに移動するまでの時間なんですね。端的に言うと、こうたまに聞いたことあると思います、多分。
まあこういう感じで聞いたことあるんじゃないですかね。いろいろまあこういう風にで always がオンになってないとどうなるかっていうと、この同時に鳴らした時にしか発動しないので、離れた時にカチカチします、音が。なんで移動、まあこのウィーンって移動のさせ方が欲しい時はだいたいこれをオンにします。まあであとそのくらいですかね。あとはまあこのモジュレーションモッドウィールっていうのと、ピッチベンドっていうのは音作りの説明の時に多分説明したいと思います。そのシンセサイザーの講座をシンセサイザーのまあ基本についての説明を今回はさせていただきました。そしたら次の音作りの時に、もっと分かりやすいと思います。というわけで、今回の動画はこれで終わらせていただきます。いつも支援ありがとうございます。そうですね、プリセット、まあ、サネルサウンドラボの第2弾とかも近々出そうと思っているので、そうですね、それもぜひダウンロードしていただけると嬉しいです。では、ありがとうございました。